こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず昨日動画をお休みしてたんで、ここ数日であった大きい出来事をさらっと触れるとですね、Google が新量子チップ Willow を発表しました。で、このチャンネルでは約2週間前の動画で、市場が盛り上がると、毎回量子コンピューターの話題が必ず出て、今度こそ仮想通貨の暗号が解かれるという話からですね、市場も一時的に下がるんだと。でも毎回その量子コンピューターはまだ実用化できてない、ちゃんちゃんで話が終わって沈下するみたいな話をしました。で、今回もこの Google の発表から同じような流れで、市場にも影響が出たといった状況なのかなと思います。で、この Google の新量子チップ Willow に関してはですね、通常のスーパーコンピューターでは138億年以上かかる計算をわずか5分で完了してしまうものになっていると。なのでこれを使うと様々なパスワードが解かれるどころか、ビットコインで採用されている暗号アルゴリズム SHA-256、ECDSA もいずれ解かれてしまうんじゃないかと。あと署名とか秘密キーとかもランスアタックで総当たりすればアクセスできてしまうんじゃないかという懸念が出ました。ただ一説によると、このビットコインの暗号アルゴリズムを解読するには数百万から1000万以上の量子ビットという容量が必要とされてるんですけども、今回 Google の発表した Willow に関しては105量子ビットなんで、まだ解読されるには程遠いということで、今回もね一旦沈下したといった流れになってます。で、現在の量子の開発の進捗を見るとですね、解読には今後数十年くらいかかるんじゃないかと言われてるんですけども、技術の進歩も早いんで、もしかしたら5年から10年くらいで解読されるんじゃないかという見解もあるみたいですね。で、技術的なものはもう必ず進歩するんで、いつかは追い抜かれるものだと思うんですけども、とりあえず今回は沈下した。でもまだ数十年後解読される可能性は残っていると。めちゃくちゃざっくり話してしまったんですけど、そういった感じなのかなと思います。あとはマイクロソフトの準備金提案が否決された件ですね。で、これも少し前にそのマイクロソフトの株主総会にビットコインに関しての議題が組み込まれているという話題を取り上げました。もしかしたらマイクロソフトがビットコインを買うんじゃないかという期待が一部でありましたけども、これも当時から役員の方で、この議題に関しては否決するようにという根回しがあったようなんで、これまでの、流れを見てる人からしたら、期待値の低い話題だったかなと思いますけども、今回は想定通りの否決となっています。で、採決も賛成票が 0.55% と、異常に低い数値になってますね。なのでここ数日は、世界情勢などもありましたけども、Google の新量子チップ Willow の発表と、あとはこのマイクロソフトの準備金案否決が立て続けにあったんで、ビットコインも比較的弱くなったのかなと個人的には思います。ただ今ではまた10万ドル回帰となってますね。で、その後のことに関してはこれから触れていこうと思います。で、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス1億ドルの純流入となっています。イレギュラーがなければこれで10日連続の流入となりそうです。イーサも現時点では純流入となっています。こちらも今回プラスだと13日連続の純流入となりそうです。香港はまだ更新なしとなっています。ビットコインの価格は現在10万900ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、日本の景況判断 BSI、米 CPI、カナダの中銀政策金利などがありました。その他の動向では、中国の人民元安、容認検討報道や日銀の利上げ見送り報道などがありまして、こちらの方が市場に影響を与えている印象が大きかったのかなと思います。市場は再度米ドル高傾向となってまして、米株各指数は米市場明けに上昇、ビットコインも同時刻に上昇して再度10万ドル突破した展開となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 5.01%、額としては616億ドル相当とまた回復しています。比率としては全体ではショートが 55.9%、バイナンスミはショートが 57.7% と若干下寄りになっています。今後の指標としては本日12月12日にオーストラリアの雇用統計、スイスの中銀政策金利、ECB 政策金利、米 PPI、米失業保険申請件数、12月13日に日銀短観第4四半期、米輸入物価指数、12月16日に米ニューヨーク連議製造業景気指数12月、米 PMI11 月の速報値などが控えております。他各所の見解ではですね、ビットコインは20万ドルに到達するとか、あとはコインベースが SP500、マイクロストラテジーがナスダック100に加わる可能性があるというですね、ビットワイズ、バーンスタインらの見解が注目されています。あとレイダリオ氏が債券よりも金やビットコインを保有したいというコメントを残したことも話題になってますね。
そしてオンレンチャン企画ですね、昨日休みだったんで2日前の予想を振り返るとですね、前の日に下落した要因としては各国のサプライズと、先物での生産が大きいんで、そこからの反発があるんじゃないかと、なので12月11日 AM6 時時点のビットコインは前回の97,688ドルよりも上という予想でした。結果としてはマイクロソフトの準備期限否決と量子懸念が長引いてですね、再度下落となってまして、判定時刻の12月11日AM6 時時点のビットコインは96,434ドルということで97,688ドルよりも下なんで外れです。マイクロソフトってね、量子ファンダ開いてない時点でもう厳しいです。はい、では明日の予想ですね。上です。量子懸念も一旦挟みましたし、マイクロソフトファンダも終わって、金利も引き下げ期待がまた出てるんで、このタイミングでまたブレイクして上行くんじゃないかなと思いました。なので、12月12日、AM6 時時点のビットコインは現在の10884ドルよりも上。これでいきたいと思います。指標としては本日22時15分に ECB 政策金利が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3820ドル、BTC 建ては 0.0378 と、先物の方では OI 全体でプラス 5.7%、額としては256億ドル相当、比率としては全体ではショートが 55.1%、バイナンス意味はロングが 77.0% と下寄りになっています。BTC 建ては先日 0.04 の攻防になりましたけども、その後また落ちて現在 0.037 となっています。また短期底値あたりとなってますね。ETF は未だ流入傾向ですけども、直近ではパフォーマンスとしても他あるとよりも弱い印象あります。ドル当てでは再度4000ドルの攻防を抜けられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向ではコインチェックがナスダック上場を果たしています。サンダーブリッジキャピタルとの合併で上場となってまして、ティッカーは CNCK、日本の取引所で初のナスダック上場ということで注目されています。評価額は13億ドルほどとされてますけども、現在の時価総額は 2.8 億ドルとなってますね。株価は13ドルあたりでキープとなってますけども、ここから浮上できるのか注目ですね。あとはサークルとバイナンスが提携を発表しています。USDC、ステーブルの流通を強化するための戦略的提携とされています。あとその他国ごとの動きでは、エルサルバドルとアルゼンチンが仮想通貨産業の発展を支援する協定を締結となっています。これ詳細が載ってないんですけども、規制対象となっている仮想通貨系企業の手助けをするとされています。誘致目的なんですかね。エルサルバドルはブケレ大統領、アルゼンチンはミレイ大統領と、どちらもビットコイン推進だと思いますけども、今後また加速するのか注目ですね。あとはイタリアが仮想通貨税の増税を縮小する可能性があるという報道が出ています。当初イタリアは現在のキャピタルゲイン税を 26% から 42% 引き上げる予定とされてたんですけども、今回財務省次官のフレーニ氏が増税は大幅に削減されるだろうと声明を出しています。増税はするけども上げ幅が少なくなるかもということですかね。あとは香港が仮想通貨事業者のライセンス発行の迅速化を模索しているようです。で、香港では事業者に対してライセンス取得を義務付けてまして、今後は専用の諮問委員会の設置も予定されてるんですけども、最近の市場の盛り上がりからライセンス取得までのプロセスをさらに早めると政府としても動いているようですね。あとアルト関連ではリップルのステーブル RLUSD がニューヨーク州の金融サービス局 NYDFS からの承認を得ています。リップルの CEO ガーリングハウス氏も投稿しています。この RLUSD が年末までにリリースできるのかという話題を先日も取り上げましたけども、承認は進んでいるようですね。これがリリースされた後ですね、ステーブルのシェアが動くのか注目ですね。あとはシンセティックスがオプティミズムのレバレッジトークンプラットフォーム TLX の買収を発表しています。今後は TLX のレバレッジトークンがシンセティックス上で展開されて、TLX のトークンはシンセティックスのトークンに変換されるとのことです。レバレッジトークン、前回バブルの時は触ってましたけど、シンセティックスの時価総額は現在139位ですね。今後ユーザーが集まるのか注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。